カープライムナビゲーターの川西圭介です。今日はトヨタの長い歴史を誇る四輪駆動車ランドクルーザーブランドのプラドを紹介したいと思います。トヨタのランドクルーザープラドは四輪駆動車の名前なんですが、タフなヘビーデューティーなオフロードなんですけども、それを乗用車的な要素を加えたのがこのプラドと言えると思います。とは言ってもね、やはり構造自体は本格的で、いわゆるラダーフレームですね、はしごのフレームの上にこのボディをかぶせているという、本格的な成り立ちを持っています。それなりにね、やっぱ大きさはあります。全長でいうと4825、幅がですね1885、そして高さは1835ミリですね。日本のそうですね、都心で使うにはちょっと大きいかなという感じはするかもしれないんですが、オフロードみたいなところで考えるとこのボディサイズは十分ね必要なのかなというふうに思いますね。実際見てるとですね、こういう仕上げはですね、もういわゆる乗用車あるいは高級車と言っていいかもしれないですね。そうですね、僕はジープラングラーって自分で愛車で乗ったことがあるんですが、ラングラーなんかもうここにしっかりね、もうごつい別体のバンパーがいかにもぶつけてもいいようなバンパーがついているのにですね、もうこの、バンパーもボディと一体になって塗装もされています。そしてこのパールホワイトのねボディも、もういかにも乗用車ライクなんですが、そのあたりはねうまくなんて言うんでしょう、都会、生活車でも四駆のね、テイストを味わうというには、ある意味ちょうどいい車になっているのかなというふうに思います、ね。四駆なんでこの足回り、その走破性というのが一番大事なんですが、パッと見て分かるのはね、ここ高さがありますよね。いわゆるアプローチアングルといいますけど、オフロードあるいは段差登っていく時のためのこのクリアランスというのが十分に確保されています。265、55、そして19インチホイールですね。で今回のこの試乗車にはブリザック、いわゆるスタッドレスタイヤを履いています。フレーム構造、そしてねサスペンション、足回り、かなり見てもこのヘビーデューティーな、いかにも耐久性の高そうな作りが見て取れるというふうに思います。リア周りですけども、ここもねランクルの特徴的なですねところなんですね。一番分かりやすいのはこの、いわゆる横開きの、バックドア、これ普通のハッチバックだったらね今上に上がるんですが、こういったですね横開きを採用しています。これは何なのかな、やっぱりオフロード車に多いですね。四駆の一つの様式美というか、正直縦に上がる方がなかなかね便利な場面も多いんですけども、横開きとなっていて、その分ですね、実はここを押すとですね、このウィンドウだけが開くので、実際ちょっとした荷物を積んだり、出し入れするのはここからできますので、そういう意味では、縦開閉、それから観音の横、2way で使えるというふうに言っていいと思います。蓋を見るとですね、ここに、スペアタイヤがね積まれています。荷室とね後席をちょっと見てみたいと思います。はい、このね横開き式で開けると3列シートを備えているので、この3列目が今ですねシートバッグが立っている状態だとですね、荷物スペースはほとんどありません。ただこのシートがですねもちろん倒せるんですが、それが電動になっていますね。ここにですね電動スイッチがあるので、これを押してみましょう。はい、はい、まず押したらここで1回止まりますね。でもう1回押します。そうするとちょっとグググッとねぎこちない可愛い動きをしてですね、倒れました。これねずっと基本的には長押ししていないと動きが止まるようになってます。これは安全のためのね、リミッターだと思います。ちなみにもう片っぽもやるとですね、はいはい、ほらここで1回止まります。つまりなんかお子さんとかね挟み込まれてしまうのを防止するために1回止まるようになっていますね。はい、そしてこれで両方倒れるとですね、荷室が現れるわけですが、今ちょっとセカンドシートもですね片一方、分割式のを倒しているので、セカンドシートまで倒すとですね非常に広い、荷室が現れます。今度はね起こす方のスイッチを押すと今度は起き上がっていきます。1回だけボタンを、長押しすればこのようにシートが起き上がります。それでは後席に乗り込んでみたいと思います。
ね、2列目ありますけども、実はこの後ろにもう1つ3列目があるんで、先にそっちに乗ってみましょうか。まずですね、ここのレバーでここバタンと倒しまして、それからこれをもう少し前に、逆に言うとこれ以上は前に行かないので、このですねスペースから乗り込むことになります。はい、こういう感じで、ほっよいよ。ちょっとね、なかなかお年寄りは乗るのは難しいかもしれないですけどね、私は乗れました。こんな感じの居住性ですね。これじゃ分かんないかもしれないけども、逆にシートバッグをね戻してみましょうか。はいはい、分かりますでしょうか。思ったよりスペースありますね。もう本当にね、子供しか無理かなと思ったけど、そうね、僕は身長173ですけど、座れなくはないし、例えば女性なんかだったら160センチ台だったらそんなに苦しゅうなく座れますかね。ちゃんとドリンクホルダー3列目までね、このドリンクホルダーがついたりしてるのも日本車らしいですね。そして一瞬不安に思ったんですけど、これ俺なんか自分で出られないんじゃないかと思ったんですけど、ここにボタンがありますね。これで多分違うこうだ、ここでこうやって自分で、ちゃんと降りることもできるということです。では2列目シートに座ってみたいと思います。高さは少しありますね。ステップに足をかけてこう乗り込むような感じ。前席は、僕が自分で座るドライビングポジションになっているので、172、3センチのドライバーが前に座って人間が後ろに乗るとこれぐらいのスペースということですが、もうかなり広いですね。膝前すごい余裕がありますし、頭上も余裕がありますし、これは大人3人でも広々でしょうね。そしてこのねセンターのこの、ここが倒れてちょっといわゆる肘掛けというかですね、そしてここがドリンクホルダーもありますので、2人で座ったらかなり贅沢なくつろぎシートかなという感じですね。後席の居住性は非常に高いです。では運転席に乗り込んでみましょう。運転席に乗り込んでみました。このアイポイントの高さはね、このねそれなりに高さありますね。ちょっと乗用車からするとですね、こうちょっと周りを見下ろしているような感覚はあります。なんですけども、その一方でアイポイントの高さを考えなければもうまるっきり、乗用車というかそれなりの高級車に乗っているようなですね感じというか、室内のしつらいはそんな感じですね。まずハンドルは、レザーとねこのウッドが組み合わされたコンビネーションです。エンジンをかけるとですね、ハンドル位置がぐっと今変わりましたね。それでランドクルーザーのオープンがメーターに表示されています。アナログ式のメーターは、左側が回転計タコメーター、右がねスピードメーターなんですが、いいなと思ったのは昨今やっぱりねデジタルメーター、フルデジタルのメーターが増えてるんですけども、このランクルプラドはですね、もちろんデビューがね2009年ということもあるんですが、アナログメーターで、しかも結構かなり立体的な造形のかなり凝った、造形のアナログメーターで、ちょっとねこれなんかこう機械式アナログ時計のね雰囲気を感じさせて、すごい今となっては逆にすごい質感があるなというふうに思います。ステアリングの、チルト等もですね電動で、アジャストできるのもいいですね。センターコンソールは一番見やすい位置に、このナビゲーションをはじめ、オーディオ、それからテレビですね、そういうインフォテインメントの、液晶モニターがあります。その下が、空調のスイッチ類ですね。左右独立式でのもちろんオートエアコンです。そしてその下、これがある意味ねこのランクルの一番ね特徴、真骨頂だと言えると思いますが、こう走りの四輪駆動のモードの各種切り替えスイッチですね。このダイヤル、これがですねこのダイヤルで、路面に合わせてですね、例えば、ぬかるんだ道とかですね、あとはこうゴツゴツした岩場とか、そういった路面状況に合わせてこのダイヤルスイッチを選ぶことで最適なモードに設定してくれる、機構となっています。その下のダイヤルは、これはですね、H4、L4 とありますが、つまり四輪駆動の、低速それから高速側の
切り替えスイッチになっています。でこれ昔だったらガチャコンってこうレバーで切り替えたんですが、今はこういうダイヤルで、ワンタッチなんですが、走行中にねこうあんまり簡単に切り替えられないようにこうプッシュで回すようになってますね。それから周りに例えばこれがトラクションコントロールのオフですよね。これセカンドスタートって書いてあるから、これはいわゆる二足発進的なねギア比で発進する時のスイッチだと思います。あと例えばこれはねこれもスイッチで車高をですね上下に、変えることができます。結構これね実際外から見ても分かるぐらい車高が変わりますね。クルーズコントロールじゃなくてクロールコントロールですね。段差とかですねあるこういうような、コントロールを自動的にしてくれる、スイッチですね。オートマチックなんですが、シフトの切り替えはこのゲート式です。僕は好きです。この、ゲートでこうね P リバースニュートラルドライブ、そしてこちらに倒すと、マニュアルでギアをチェンジ、スポーツモードですねもあります。ある3つのスイッチがですね、いわゆるドライブモードのスイッチになっています。コンフォート、エコ、それからシート、クーラー、ね、これをこのダイヤルで、それからここにはスイッチ、それからここには、電源スイッチですね。はい、そしてここにあるのはね、なんとただの物入れじゃないんです。これはね実はクーラーボックスになっていて、ここにクールボックスパワーというのがあります。このスイッチを押すと今冷気が吹き出してきました。つまり、冷たい飲み物をここに入れておけば冷たいままキープできる。いやこれ実はすごいいいですね。夏にはもう絶対欲しい。これねランクルだけじゃなくてもうすべからく結構高級車には装備してほしいですよね。2.8 リッターの4気筒ディーゼルエンジンを積んでいます。馬力は170、最高出力は177馬力、最大トルクは450ニュートンメーターです。走り出してそうですね、いきなり感じるのはふわふわとしたちょっとこう船みたいな感じはありますが、これはまさにねランドクルーザー、名は体を表すじゃないですけど、ね、地上のクルーザーですから、この応用なねふわふわした乗り心地はある種クルーザーライクな感じではあります。ちょっと個人的に気になるのがブレーキですかね。タッチですね、柔らかいんですよね。ちょっと調整が難しいブレーキのタッチはねこう剛性感があるというか、もうちょっと重めでもいいんで踏み込みに対してねこうリニアに効いてくれるともっといいなというふうに思いますね。